はい、今回は満開の桜の木を描きましょう。で、そのね桜の木を描くにあたって、以前からアップしてある樹木の描き方をねもう一回おさらいしましょう。あの時はどういう考えでものを描いたかというと、このような半円球の塊を考えて、そこに幹を描く。そして光を斜め左上の方からこう当てたんですよね。そうするとここが、光が強く当たっている。これにちょっと弱い日陰ができてくる。そしてここら辺に最も暗い日陰ができるというね、こんな考えだったんですね。今日はですね、この木の基本的な描き方の考えにもう少し、変化をつけてね、桜を描いていきたいんですね。どうするかっていうと、この幹から枝が実はいろいろ分かれてるぞという発想が元になります。例えばこの枝がずっと伸びていったら、この辺に花の塊がですね、こうやってつくかな。これが伸びていったらここら辺にまた花の塊ができるかな。この枝の先にここら辺に花の塊ができるかなという意味ですね。以前は1個の塊だったんですけど、今回は3つの塊として考えてみたいと思ってます。でこうなると、ではこの3つの桜の花の塊はどういう暗さになるかというと、もうこれで分かる通り、ここが一番暗いですよね。もうこうですから。だからここが割り切って一番暗いだろう。ここは明るいところと少し暗いところが同居した塊だろう。ではこれはどうか。これはこっちの方に向かって出てくる花の塊ですので、これはですね、ここにもこう光が当たるから、これこっちに向かって出てくるね花の塊なので、実は今このままだとここ暗く見えますけども、実はここはですね、こうやってここが一番私たちが見るとですね、一番明るく見える。つまり日陰は少ししか見えないようなこういう塊。これはね、もちろん光がいっぱい当たってるんですけども、これは下から見てるのでね、強い日向は少ししか見えないんですね。だから弱い日陰が結構ある。ここはもちろんもう圧倒的に暗いだろう。ここがこっちに出っ張ってきてるのでですね、今回の場合はここが強く光が当たって、光がちょっとこういうね、暗さで、明るさの順番で言えば1番2番3番、このような考えで今から桜を描き進めてみます。はい、では見てくださいね。さて、ではそれを鉛筆でざっとまた形を描きましたので、色を塗ってみましょう。ローズマダー、ジョンブリアン、コンポーズブルー、ローズマダー、ジョンブリアン、コンポーズブルー、この3色でソメイヨシノの桜の色を作ります。まず水をたっぷり用意して溶きますよ。ローズマダー、薄くですね。そしてジョンブリアン、これも薄くです。さらにコンポーズブルーは余計ちょっぴりです。このくらいかな。優しい色ですね。塗りましょう。筆を寝かせてちょっとかすらすようなドライブラシのタッチでザクザクと塗ります。さて、もう一度同じ色を今度は少し濃いめに溶きます。ローズマダー、ジョンブリアン、そしてコンポーズブルーですね。先ほどよりもちょっと濃いめの色ですよ。ではさっきの色が基本色ですので、
今度はその下側に少し弱い日向の感じで筆を寝かせて倒すような感じで塗るんですけども、実はここに一番明るい花びらの塊があります。これですね。その形を作りたいので、今の色を塗りながらこうですね、これを塗りながら明るい手前の花びらを残すんだというふうに描いていきます。さあ、ちょっと見えましたね。さあ、これが一番明るい花びらですね。ですのでこの回の調子は少しですね、ちょっとです。明るい花びらの感じを壊さないようにします。さあ、筆を倒して大きく塗りました。ではここでイエローをですね、少し溶いて塗ってみます。桜にイエローですかとは思わないで、日向のとこがちょっと明るいですねっていう感じでイエローもちょっと加えましょうね。ちょっぴりです。このくらいかな。次にローズマダーを少し濃いめに溶いていきます。ジョンブリをちょっと加えて、今度は先ほどよりももうちょっと冷ための赤色ですよ。そして日陰の部分ですね。ここはこの辺が日陰かな。また筆を寝かせてさっさっと重ねするようにしながら、ここ残すんでしたね。ここです。ジグザグという形に残すようにして日陰の部分を塗っていきます。こちら日陰多い部分ですね。ここの花びらの塊は日陰多いので、また手前のジグザグした形を残すようにして、ここはたっぷりの日陰のパターンで塗ってしまいます。どうでしょう。だんだん塊が見えてきました。さあ、ここで先ほどイエロー塗ったと同じで、ちょっと今度は赤っぽい色でもう一度お化粧しましょうか。日向の部分にちょっと加えましょう。この辺ですね。ちょっとです。絵が華やかになってきます。ただあまり赤くしないことですね。それは注意しましょう。さて、できましたよ。全体の塊が見えましたね。そうしたらもう一押しです。コンポゼブル、そしてクリムソンレギ、これを加えて一番暗い日陰を描きます。さあ、いきますよ。ここら辺ですね。また同じような筆使いでここを残して、こうですね。さあ、ここは日陰が一番多い花の塊でした。だからこんな感じかな。どうでしょう。先ほどよりもっと立体が強まりましたね。ちょっと青みを強いところも入れてあげましょう。ここは日陰なんだぞと見る人にはっきりします。ギザギザ、ジグザグですね。ここを残してあげます。どんどん立体感が強まりますね。さあ、これで大きな花びらの立体ができました。いいですね。1、2、3、こういう明るさの違いですよ。ちょっと乾かしましょうね。では花びらが大きくかけたところで空を塗りましょうね。花びらがとても明るいので、空を塗らないと花びらの全体が見えてこないので空を塗ります。さて、まずお水をいっぱい用意して青空の青を作るんですけども、先ほどの花びらの色に加えて大丈夫です。むしろこの方が絵に全体に調和が取れますので、
先ほど使った花びらの色に青を加えて、それで空を塗ります。どうでしょう？綺麗でしょう？こんな調子ですよ。では空を塗りながらこの花びらのギザギザを作ります。空から花びらに向かってこのような形ですよ。ほら、花びらの突起ができました。こうですね。ソメイヨシノというのは結構花びらの先端は空に向かってとんがった形してますので、それを今表現しています。残った青は当然空の部分として広げます。さあ、ですから空を塗りながら花びらのギザギザした明るい形を作るんだという考えですね。どうでしょう？桜が全体見えてきましたかね。そうしたらまた蜜を加えて、先ほどよりもっと濃いめの色を作ります。今度はウルトラマリンを加えましょう。これで空の上の方を塗ります。空の空間感は空が上の方ほど暗いんですね。こうですよ。できます。さあ、どうでしょう？先ほどよりもっと花びらがはっきり見えましたね。さあ、これをだんだん下に来るに従って薄めのブルーとしてちょっと広げてあげます。空間が見えてきましたね。さて、いよいよ花びらと空を塗れたので、幹と枝を描きます。バーントアンバーとウルトラマリンをしっかり加えて暗い幹の色です。桜は幹や枝を暗く塗ると花がとっても明るく見えますよ。じゃあ最初の計画に沿ってこうでしたね。斜めに右前方に向かうような枝が出ていて、これができたらあとは細い枝はあなたのイメージで任意に描いてくださいね。この太い枝はここに顔を覗かせます。こうですね。どこどこ幹を切るようにして塗ると、そこ残ったところが花になります。ここにも枝が出てますね。こんな枝の方向かな。こう出てこう出ていくの、ここら辺も枝が見えるかな。こうやって花びらに隠れた部分を想像してその先の枝を描いていきます。ここも伸びますよね。こんなとこです。どうでしょう？大きく幹や枝が伸びましたね。これができたところで今度はウルトラマリンをもっと多くして日陰ですね。ここです。ほら、影ができたでしょ。こうすると余計立体に見えますね。なんたってこれだけ花びらがいっぱいついてるんですから、幹に落ちる影も多いはずですね。こういうとこも日陰でしょうか。もう日陰だけの枝もあってもいいですね。もうあなたの自由ですよ。この場合、ただ花びらが多いので幹や枝は少ししか見えないところが多いんですけども、花びらの日陰の部分には枝をたくさん描いて大丈夫です。そういうところには枝が見えるんですね。さあ、ちょっと花びらの間が顔を覗かせる細い枝も加えて、だいぶそんな雰囲気になったでしょう。いいですね。こんな感じです。そして全体にできてきた。そうだね。こんなところちょっと暗く描くといいですね。もう光が当たってるってことがよくわかります。これもそうだね。こうやって花びらの間から見える青空、そこにも枝を描いていいんですね。空間がよく出てきます。そうしたらこの花びらの塊ですね。ここにも枝がちょっと手前に伸びてくる枝があるでしょうか。ただしここは花がとても多いので枝はちょっとしか見えないかもわかりません。このくらいかな。
出たら終わりですね。この桜の木が立っている地面の若草を塗って、そこにも桜の木のためにできた日陰を描きます。日陰を描いたら、その筆で筆先を割って細かい草をちょっと加えてみましょう。いいでしょう。さあ、これで桜が完成です。はい、今回は満開の桜の花を描いてみました。皆さんが馴染みの深い、ソメイヨシノの桜をイメージしてみました。この桜を描くにあたって、まず最初に頭に置いたのは、今までもうアップしてある樹木の基本的な描き方でしたよね。その大きな木の塊をもう少し進化させて、花の3つの塊に分解してみました。そしてそこに光が当たる。そうすると、この場合はここが一番明るい花の塊、2番目3番目という明暗になるんだというところからのスタートでしたよね。この桜を描くにあたっての使った色はローズマダー、そしてジョンブリアン、そして少しのコンポーゼブルーでした。いかがですか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。はい、それではまた。